こんにちは、とばログです。今回はですね、久しぶりに最近買ってよかったものたちを紹介していこうと思います。結構ね、定期的にやってるつもりなんですけど、なんだかんだ時間が空いちゃって、今回2月ぐらいから5月までで買ったものって感じですかね。結構ね、今回はクセ強ガジェット多めなのと、一応ね、最近始めた習慣みたいな日用品的なのもあるので、その辺紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで早速、最初に紹介したいのはやっぱり MacBook Neo ですかね。動画でも紹介しているんでサクッと紹介していく予定なんですが、 MacBook Neo は結構目玉的な感じの買い物でしたね。結構 MacBook Air とか Pro とかいろんなシリーズあるんですけど、これはいわゆる廉価版っていう形でエントリー向けみたいな、高校生とか大学生とかこれから MacBook を使っていくぞっていう人のねための MacBook なんですけど、意外と使ってみた感じ、動画編集もねそれなりに行えるし、割とブラウジングとかテキストワークとか結構いろんなことがサクサク行えるっていうことで、これは結構買ってよかったなって思ってます。トバログで言うとね、普段はこういう MacBook Pro の M4Max の結構強いやつを使っているので、そんなに必要ないといえば必要ないんですけど、でもこれに関してはちょっとしたね出かける時とかチェアリングする時とか、若干プロよりは軽いのでそういう時に持ち出しています。で、買ってしまった理由はやっぱこれですね。ちゃんとこのキーボード、これ MacBook の最近のモデルではない真っ白いキーボードを搭載しているっていうところがめちゃくちゃ良くて、これはもう見た瞬間ねポチることを決めておりました。この感じ良くないですか？このやっぱシルバーとホワイトってすごく合うと思うんですよね。これはねシルバー筐体なんで白なんですが、ライム系の色だったりインディゴだったり、このゴム足とかもこれカラーが4色展開なんですけど、基本的にこういう廉価版的な商品って昔使われてた、ハードウェアをそのままね持ってきて中身だけ若干刷新してますよっていうパターンが多いと思うんですが、 MacBook Neo に関しては完全にもう外観ハードウェアが刷新されてるんですよね。そこにお金かけるんかっていうねところにねかけているところが結構やっぱこだわりを感じます。話ちょっと違うんですけど、この間ねスタバでちょっと作業しようかなと思って、座っていたところ、隣にね新入生ですかね、新しい大学生みたいな人が来て、でめちゃくちゃステッカー貼ってるんですよ。ベタベタステッカー貼ってて、で開けるとキーボード白いから MacBook Neo だと思って、でそれでねいろいろ大学のこととかわかんないですけどやってるのかなみたいなノートとか広げて、でそういう使い方を見るとやっぱガジェット YouTuber がこうやっていいぞって言ってるよりもね圧倒的なかっこよさというか、うわ眩しい、こういう人たちのためのデバイスだとかね思わせてくれるような感覚があって、それも思いつつ、これはしばらく自分でサブ用として使いつつ、娘がね小学生に上がるので、家族 PC とか今持ってないから、こういうのを家族 PC にしてもいいのかなとか思ったりしています。で、最初つけていたのはこれもね購入したばっかりではあるんですけど、やっと在庫が復活して届いた MacBook Neo 用のこれシェルケースですね。スリーブケースとかもいろいろ出てるんですけど、最近はやっぱりねこういうハードカバー的なのがすごく好きで、このマットな質感をそのまま使わせてくれるっていうのと、あとここのね間にステッカーとかも挟めるんですよね。なのに2000円ちょいで買えるっていうこの手軽さから、本体を保護しながら気軽にバックパックの PC ポケットに入れられるようにっていうところで、これもね購入しています。若干難点としてはゴム足が黒なので、ちょっとねそこがせっかくの MacBook Neo のこだわりを阻害しちゃう気はするんですけど、これでしっかりと本体を360度保護してくれるので、これもねおすすめかなと思います。はい、続いて買ったもので言うとじゃんとこちらですね。これはねもう今年の1月ぐらいに注文してやっと届いた EvenG2 っていう AI スマートグラスです。これスマートグラスって言われないと分かんなくないですか？この筐体の華奢な感じと、こ
このね薄いこの柄の部分、この中に基板が通っていて、ここにバッテリーがついててタッチパネルがあってみたいな、それでいてこのめちゃくちゃ軽くて普通にメガネみたいな、これがスマートグラスなんですよ。ちょっとねつけてみますね。つけてみると多分全然普通のメガネと同じような感覚かなと思うんですが、僕の中にはこのぐらいのねディスプレイが浮かんでいて、ここであらゆる情報、例えばスマートフォンから来た通知だったり天気だったり、あとはちょっとしたアプリとかもインストールできるので、そういうのがねこの中に入っています。で最近もねスマートグラスはこんな感じで動画で紹介していたんですけど、最近来てますね。めちゃくちゃなんかいろんなメーカーがたくさんスマートグラスを出していて、楽しい時期に差し掛かってきたなっていう感じなんですけど、モノクロ画面で普通のメガネっぽい使い方ができるスマートグラスでいうと、このイーブンリアリティが出しているイーブンシリーズ、これが初代というかパイオニア的な感じです。日常の補助機能としてね何かが使えるっていう、そういうなんか日常とテクノロジーを融合させるっていう目的で作られているものなんですけど、これは多分そういう意味でバランスが良くて、前に紹介したこのロケットスマート AI グラスも機能としては近いんですが、こっちはねここにカメラが備わってたりスピーカーがついてたりして、どっちかっていうと日常的に使うっていうよりかは、老眼鏡だったりサングラスだったり、TPO をわきまえて使うみたいなイメージです。でこっちは本当に日常的にずっともう朝から晩までメガネの代わりにつけておくみたいな、そういうイメージですね。もちろん銅を入れることもできます。でイーブンリアリティ結構面白くて、最近これコミュニティがめっちゃ活発なんですよ。なんか自分たちで有志がね集まってアプリを開発して公開できるプラットフォームみたいなのも展開してたりして、そこの中でねポモドーロタイマーとか、あとは普通のタイマーだったり天気予報だったり、あとミスター VR さんっていう YouTube の方がいるんですけど、その人がアプリを出されていたりと、結構ねもうアイデア次第でいろんなアプリを開発して公開しているっていうのをね、結構この EvenG2、Even Reality シリーズだと結構やっていて、それがねめちゃくちゃ面白いですね。ちょっと余談を挟むんですけど、昔ねスマートウォッチのパイオニアとしてこういうねペブルウォッチっていうのがあったんですね。サンフランシスコ発祥の本当にスマートウォッチみたいな、電子ペーパーを搭載していて通知が見れるみたいな感じだったんですけど、その時のコミュニティにかなり近くてですね、これはウォッチフェイスとかアプリをねユーザーが好きに開発して、でそれをねなんかオープンな場所に公開していくみたいな感じだったんですが、ほぼほぼそれと同じようなことが今このイーブンリアリティで起きているので、多分そういうねアプリが作れる人とかエンジニア的な人だったらめちゃくちゃ面白く使えるんじゃないかなと思います。かつ最近アップデートでターミナルモードみたいなのも使えるようになったんですよ。それで PC の中にあるコデックスとかクロードコードと連携をして、実際にねこの画面上でターミナルの画面が操作できる、そして音声で指示ができるっていうのもあります。僕はまだ試してないんですけど、そういう風にね自分のアカウントと接続して使えるようになってくるとめちゃくちゃ面白いなと思っていて、最近個人的にはやっぱこのスマートグラスっていうのはめちゃくちゃ注目していますね。実用性っていう意味ではあと2世代ぐらいかなっていう感じはするんですが、自分で何かいろいろ作ってみたい人は現状のスマートグラスすごく面白い時期だと思うので、ぜひチェックしてみてほしいです。はい、続いて購入してよかったもの、これですね。シャオミのシャオミ17ウルトラ、これはなんだかんだいいし面白いです。ちょっとねこれ実はケースを装着していて、カメラ型になるケースなんですけど、これをパコッと取り外すと、普通にスマートフォンですね、1インチセンサーを搭載する 23mm のメインカメラと、あと中望遠域で 1.14 分の1センサーとかを搭載する2億画素のねセンサーがあるこのねズームレンズと、あと広角、これも5000万画素とかかな、そういうね強めのカメラを搭載している、本当にコンデジの代わりとして使えるみたいなスマートフォンですね。これに関してはこの間もポケットの中身動画で撮ったんですけど、もう本当にいいのが、もうコンデジみたいな感じで、見た目というかサイズはスマホなんだけど写りは結構コンデジに近いような感覚なので、こうやってねポケットに入れた状態からもうすぐに取り出してカシャって撮れるみたいなのがすごくいい体験です。
実際に撮れる絵としてはちょっと AI 感あるかなみたいな、やっぱ見ると AI 補正強いなって感じではあるんですけど、パッと見こうスマートフォンでねちょっとした写真を撮って SNS にアップするとかだったらすごくいい感じの雰囲気で撮れるし、ちょっとね一応ライカ的なモードがあって、ライカの雰囲気っていう風に言ってるんですけど、ちょっとコントラスト強めかなみたいな感じではあるんですが、それでもね結構望遠も含め綺麗な写真に仕上がるので、今のところは楽しんで使っているっていう感じ。なぜこれをこのタイミングで買ってしまったのかっていうとですね、実はねこのケースなんですね。このケースありきで、ちょっと欲しくなったっていうところで、これ日本国内未発売のもので、台湾とか中国とかでしか買えないんですが、この間台湾にね出張に行く機会があったので、台湾に行くならこれ買えるじゃんと思って、これ買えるってことはXiaomi17 ウルトラも買った方がよくねっていうところで、このねケースでこうやって装着してカメラ的に使いたいがために購入したっていう感じです。でここを長押しするとすぐにねカメラが起動してこんな感じで撮れるっていうシャッター音がすごいいいんですけど、これライカ味あるなと思ってて、例えばこのライカ TL2 とかだとシャッター音がっていう感じなんですよ。ちょっとね若干違いはあるんですけど、やっぱシャッター音めっちゃ大事だなと思ってて、シャッター音がねこういう感じで楽しいからこそちょっと使いたくなるっていうイメージですかね。ちなみにライツフォンとか、ライカのね名を冠したかっこいいカメラスマホもあるんですけど、僕の中でやっぱこのケースが使いたいから Xiaomi17 ウルトラっていう感じですかね。本体価格も結構違うし白があるっていうのがいいところです。はい、続いてちょっと地味めなものではあるんですけど、最近買ってよかったなと思うのはこれ Xiaomi のモバイルバッテリーですね。いろんなところで紹介されているんですけど、これめちゃくちゃいいのが 5000mAh ながらこの薄さっていうところです。いやこれめちゃくちゃ良くて、モバイルバッテリーって、実際使う時以外は文鎮を持ち歩いてるみたいなものじゃないですか。実際に使う時に初めて、意味をなすものだと思うんですよ。なのでできるだけやっぱね軽くて薄いものがあるといいなってずっと思ってたんですけど、ちょっと前にこのいい感じのカラーで 5000mAh なのに出力も強くてこんだけ薄いっていうのが出てしまったので、これはね久しぶりに買い替えました、モバイルバッテリーを。普通にマグセーフが使えるものだとこうやってねパチッとやってこのまま充電がこうできるイメージなんですけど、これマグセーフが非対応なものでも USB-C ポートがここにあるので、こういうね小さめの USB-C ケーブルを持ち歩いていれば、これとセットでね、ワイヤレスイヤホンの充電なかったとか、こういうリングタイプのデバイスとか外に出かける時に充電ないわみたいな問題を回避できるので、めちゃくちゃこれは熱いです。この間ポケットの中身動画でも紹介したんですけど、例えばこれとこれぐらいのサイズだったらこんな感じでポケット入れといても全然違和感ないし、そしてバックパックに入れて普段持ち歩く時とかはやっぱりこういう感じのねポーチに入れておいて、こういうカード型のデバイス入れておく専用のポケットにぴったりと収まってくれるんですよね。こんな感じでこの佇まいめっちゃいいなって感じです。最近はねちょっとモバイルバッテリー絡みで火災とかがあるので安易におすすめはできないんですけど、僕は買ってよかったなみたいな。はい、続いてはこれですね。これ今年出た中でも結構ね極物で変態的なものだろうとは思うんですけど、このアイコーっていうメーカー、IKKOって書くんですけど、アイコーっていうメーカーが出しているマインドワンプロっていうタイプのスマートフォン、これが最近買った中では一番変かもしれないです。こんな感じで、折りたたみスマホとか Z フリップ7とかね使ったことある人とかだったらこんな感じねみたいな馴染みのある雰囲気だと思うんですけど、何が変かっていうとこれなんですよ。もうこのまんまこれ折りたたみスマホとかじゃなくて、もうこれでスマホなんです。完結これで完結でもう畳むこともできないし、画面これしかないみたいなところがやっぱねめっちゃ面白くて、これはね買ってしまいましたね。
でこのスマホなぜポチってしまったかっていうと、本来はねここにキーボード付きのケースが、備わる予定なんです。このビジュアル見た瞬間にうわこれ絶対買うと思って、ポチってしまいましたね。でこれ折りたためないスマホなんですけど、ここに、カメラがあるんですが、このカメラだけは折りたためるんですよ。これこんな感じで、なので厳密に言うと折りたためスマホではないとは言い切れずに、これカメラだけは折りたためるんで折りたたみスマホではあるんですよねっていう、めちゃくちゃ癖の強いちょっとね変なデバイスで、普通に中身は Android なのでこのままね、こうやって例えば Chrome とかを開いてトバログのページをこうねざーっと読んでみたりとか、一応このまんまテキストでねこう入力することもできるので、こういう風にね普通にスマホとして使えるっていうところは面白いポイントかなと思います。ただ難点としてはやっぱり画面が小さいのと、お財布携帯とかねそういうのはもちろん備わっていないっていうところ、あとバッテリー持ちはめちゃくちゃ悪いです。気軽にポケットに入れて持ち歩ける、そしてキーボードケースが届けばすごい面白い端末として使えるというところで今回購入しています。これに関してはまた今度ね動画で撮っていこうかなと思うので、よかったらちょっとウォッチしておいてもらえると嬉しいです。はい、続いて、最近購入したものだとこれですね。ジーユンっていう昔ジンバルとかを出していたメーカーが出している照明です。めちゃくちゃ可愛くないですか？このカードサイズで筐体のメインカラーがホワイト系っていう、このねオレンジ色あしらってるところとか、このサイズ感とかで USB-C でね充電とか給電ができるっていうところが結構良くて、ちょっとしたカバンの中身取材でめちゃでかい照明持ってくほどではないけどあるといいよなっていう時に持っていきたくてこれを購入しています。実際ちょっとつけてみますね。ちょっとつけるとよいしょ 10% でこの明るさ、一番暗くてこの明るさで、一番明るいとうわ眩しい、うわあーって感じで、こっちのカメラの方が分かりやすいかな。一番暗いのでこんな感じで、だんだん明るくするとうわーみたいな、こういう感じです。でこれ色温度もね変えることができて、ここを回すとちょっとね白っぽい感じに、青っぽい感じになったり、暖色に寄せたりとか結構細かくね変えることができます。ちょっと明るすぎるので電源を消した状態で話すんですけど、地味に面白いのがよいしょ、ここがこうクイッとなっていて、この部分カバーの部分でこう三脚じゃないけどスタンド的に立てて使えるんですよね。で給電とか充電は USB-C で、充電のバッテリー持ちはマックス状態だと30分持つか持たないかぐらいかなっていうところなんですが、基本は給電しながら使うイメージですかね。でこうやって立てて使うっていうよりかは、基本は例えばこういう三脚みたいなものとセットで使うイメージです。グイ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 っとでこうやって使うじゃないですか。でそこそこ高さが出せるんですよ。これでちょっと遠目に置いて、インタビュー撮影とかライブとかを行うっていうイメージです。一回手前側のライトを消してみたんですが、その状態でこれをつけるとこんな感じで一応ね明かりとして足すことができます。自然光がある中で顔だけに光当てるとか、そういう補助光的なイメージなのかな。取材の時とか結構ね使いやすいサイズ感だと思うので、これはね買ってよかったなって感じ。続いては、地味なアイテムなんですが、よいしょ、これね伸びるタイプの USB-C ケーブル 100W 給電に対応したものを購入しています。ユーグリーンのやつなんですけど、最近ねちょっとケーブル周りどうしようかなって悩んでいて、普段自宅で充電する時は充電ステーションみたいな感じで、こういうね4ポート付きのやつに普通の、2メートルとかあるケーブルをつないで使ってたんですよ。なんですけど部屋の中でどうしても雑然としちゃうんですよね。例えばこういうね巻き取り式のものを4つぐらい買って、これでやっとけば部屋すっきりするんじゃないかっていうところからね購入しているんですけども、思いのほかこの巻き取りのケーブルのこの丸の部分が大きくて、見た目としては若干不格好かなっていうのがちょっと悩みではあります。昨年こういう感じのトーラスのね巻き取り式のこの
充電器も紹介していて、これがねすごく便利だったんですよね。これがめっちゃ便利で、いろんなところで使ったり持ち歩いて使ったりしてるんですけど、充電ステーションこの4ポート付きのやつをね一つのコンセントで使えるとやっぱいいなっていうところから、そういう発想で購入してみたっていう感じです。見た目は不格好だけど、ちょっとね影とかコンテナみたいな中に入れておけばそんなに気にならないから、これでちょっととりあえず運用してみようかなっていうところ。はい、続いて今年から密かにやってる習慣なんですけど、じゃんとこちらサイナスリンスってやつなんですが、最近鼻うがいをね結構始めていまして、花粉症だからっていうよりかは、風邪予防みたいな感じですかね。実際に効果があるかはちょっと微妙にわからないところなんですが、僕の体質的にちょっと鼻の骨が若干こう右側に沿っているところがあって、右の鼻が詰まりやすいんですよ。なので鼻の風邪をひくとめっちゃ長引くんですよね。それこそ匂いがわからない時期が1ヶ月とか続いたりして、ちょっとした鼻風邪でもずっと鼻が詰まってる状態で蓄膿症だろうと思って病院に行ったんですけど、そういうわけでもないし、なんかね鼻がこう鼻竹みたいなので塞がってるわけでもない、鼻の骨が歪んでるから鼻水がね溜まりやすい、鼻が詰まりやすいというところで、そもそもじゃあ風邪ひくのもすごい嫌だから、風邪予防手洗いうがい鼻うがいみたいな感じのイメージもありつつ、ちょっとね、すっきりさせていこうっていうところで、ハマって使っているものです。こんな感じの海外パッケージみたいな感じなんですが、中身は確か塩と重曹とかだったかな、そんな感じのシンプルなやつで、それをこのボトルにここぐらいまで入れて、でこうやって鼻シューってやると反対側の鼻からボーって水が出てくるみたいな、それで鼻の中を洗えるっていうやつです。最初ねやっぱ家族全員風邪ひいた時に僕これやってたから風邪ひかなかったと思って、それでやったーとか思ったんですけど、その後普通に鼻の風邪とかひいたりして、別に万能ではないよなとか思いながら、あとこれ250パックとかで買うとめっちゃ大量にこうパッケージがついてるんですよね。なのでこの辺のコストパフォーマンスの良さと洗い流せる量みたいなところからちょっとこれを購入しています。はい、続いて最近読んでよかったなっていう本で言うと、この県外編集者っていう本ですね。これは都築恭一さんっていう、もともとポパイとかブルータスとかマガジンハウス系の媒体でなんか独特なコラムとか、そういう特集を組まれてたような編集者の方なんですけど、その人の反省というか、なんか思いみたいな、ロジックで固めていくっていうよりかは面白いからやったらいいじゃんみたいなのをなんかひたすら書いているっていうところで、多分皆さん知ってるところで言うと有名どころで東京スタイルって言って、東京の本当に何の変哲もない若者だったり、いろんな人のこのワンルームの部屋をね撮影させてもらってひたすら写真集にしていくみたいな、こういうね本があるんですが、これをね書いている著者さんでございます。これはねトバログも結構ルームツアーやったりカバンの中身やったり、いろんな人のリアルなそういうのを見るのが好きなので、すごいいいなとか思いながら見てたんですが、それのねちょっとした秘話みたいな話とか、実はこういう成り行きがあってこれが生まれたとか、そういうのがね書かれていたりして、最近やっぱね YouTube とかもすごいコンテンツのなんかアルゴリズムに乗ってとか、アルゴリズム的にはこうでとか AI を使ってこうやって効率化していくみたいなノウハウはあるんですけど、そういう根本的に面白いものを作るにはみたいな視点で言うと、やっぱりすごいためになることがたくさん書かれていたので、これは良かったなっていう感じです。でその流れでこの鈴木恭一さんたちが書いていた頃の雑誌の空気感とかってどんな感じなんだろうみたいな、その体験談は載ってるんですけど、実際どういう空気感なんだろうは知らなかったので、最近ちょっと神保町に行っていろいろこういうね昔の雑誌を買ってきています。めっちゃ面白いです。やっぱなんかね最近の雑誌もすごい好きで見ているんですけど、この時ってなんか正解がないというか、アルゴリズムとかもなく、ただ自分たちが好きなように
楽しいことをひたすら書いてる感じがあって、例えばこのポパイとかなんかいいものランキングってあるんで、なんか今でいう普通の雑誌、なんか今のポパイのなんかシティボーイ感とかはあんまりなくて、これは1988年で僕が生まれる前のね、ポパイなんですけど、こんな感じでなんか当時の広告とかも今と全然違う雰囲気なんですよ。こういうなんか家の電話の広告が載ってるなとかで、中でもすごい良かったのがなんか裏ファミコンソフトみたいな、非公認のファミコンソフトだけを集めたページとかがあって、なんかスーパーマルオみたいなそういうねソフトが紹介されてたり、麻雀のなんかソフトが紹介されてたりと、なんか今だったら絶対考えられないようなそういう感じのね特集が組まれていたり、あとこれはポパイの女性向けのオリーブってやつなんですけど、これもね鈴木恭一さんの本で出てきたので、なんか買ってみようと思って買ってみたものなんですが、ところどころやっぱ電話機とかの時代なので、これなんかポケットに入るみたいなこのサイズ入るかと思いながら、こういうね広告のページがあったりとか、こういう車が女性向けの雑誌で紹介されてたりと、結構やっぱねカルチャーが全然違くて楽しいですね。ちなみにこの本に関しては神保町のねマグニフさんっていう雑誌の結構こういう系の雑誌を専門に扱うお店がありまして、そこで購入しています。1冊800円から1500円ぐらいだったかな、この辺とかだと。はいというところであれこれ紹介してみたんですけど、いや今月はやっぱねガジェットが多めでしたね。たくさんガジェット買ってて、紹介して動画にしなきゃとか思ってたんですけど、なかなか動画にしきれてないものもたくさんあったので、まとめて紹介できてよかったなと思ってます。ぜひ皆さん気になったものがあればコメントいただけると、単体で動画撮るぞっていう気になるので、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。トバログではトバログのこの動画の他にもガジェットのレビューとかカバンの中身とかルームツアーやってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。あとトバログペーパーって言って、こんな感じで僕の愛用品とかをひたすら紹介している本も作っているので、ぜひこれも概要欄からチェックしてもらえると嬉しいです。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。